美魔女スタイルです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。拍手しちゃった。凛花です。よろしくお願いします。はい。なんか怒涛のように過ぎていった感じですけど、なんか私この JJ やってキャンキャンに行ってるんですよ。でもう一回戻ってる時に初めてやれてるんで、覚えてますよ。やっと JJ の表紙ができるんだっていうので、めちゃめちゃ覚えてます。はい。53歳に、ね、なられてもますます輝いてる、美しくなられてる、ありがとうございます。進化をね、はい、その秘密を今日はいろいろ伺えたらと思っております。はい、はい、それでは始めていきましょう。はい、で、美魔女。でもまあとにかくその年齢感がだいぶ分かんなくなってきたのは今度60以降なんて、想像しようといくらしても想像つかなくて、私は結構年齢をただの数字とは思わない派なので、やっぱ生きてきた年数だから、まあ、それをかみしめながら、まあ、重ねていこうかなって感じですかね。年齢を重ねるってことは死に近づいていくってことですよ。シンプルですみたいな。だからなんかすごく難しいのが、本当に私めっちゃ考えるの好きだから全然考えてるんだけど、老いていくこととか年を取ることをあまりに美しく言い過ぎることも不自然だと思うの。だけどやっぱりそれを悲観的に捉えすぎることも良くないとも思うの。だから難しい。でもなんか本当キキキリンさんが70いくつの時に言ってた言葉だけど、面白がりなさいって。結構私こう見えてで真面目なの、生真面目なので、意外と面白がれてないかなみたいな。だからいろんなことをもうちょっと面白がれたらいいかな、いいのかな、いいんじゃないかなとかは自分で思ったりする。でも、なんだろう、保湿はちゃんとするようにしてるのと、加湿器焚いたりとかもそうだし、シートマスクもそうだし、なんか今ハマってるのはシートマスクあるじゃないに、ちょっと日焼けしちゃったなと思ったらレチノール系を忍ばせたりとか、乾燥してるなと思ったらオイル忍ばせたりとか、シートマスクをする前にこう忍ばせるのをお風呂に入る前に忍ばせてやるっていうのにハマってるのと、お風呂に入る前ってことはそれをやって汚れ使う時に、そう、お風呂から出た時にもそうだけど、あとやっぱその美顔器の温めるやつだから、こうなんか塗ってさ、美容液塗ってちょっと温めるやつをやるかやらないかがやっぱ本当違うんだと思って、ちょっと温めてる。ブライトっていうやつで、今はねお掃除とかもついてるのかな。でもなんか温めるってことに今やっぱこう手でつけるのもそうなんだけど、やっぱ温めて入れるとかっていうのも今手間をかけてます。それは毎日やってるんですか？はい撮影があるとね、やっぱしなきゃなっていう感じですけど、まあなるべく。最近究極に思うのは、ちょっと肩の力抜いていいのかなっていうモードにはかなり入ってて、まあ美容もそうだし突き詰めるタイプではあったんですけど、まあちょっと力を抜くっていうのもできたら、それもそれでいいのかなみたいなのはあるんで。でもね、マッサージじゃないけど、ここの何筋っていうのこれ、今日さんの乳突筋をそのほぐしたりとか、もう自然になんかこうつまんでほぐしてると全然違うのと、あとね、その履く裏に、足の裏にね、イボイボがバーってついてる5本指の靴下があるんだけど、その靴下の中にイボイボがついてるから、歩くたんびに流れるんだけど、むくんだ感じが全部流れていくの。つまんだりして、まあほぐすと流れていくから骨格が出てきたりとかして、いいのかな。いろいろあるね。いろいろあるんだけど、なんかこう楽しんでるステージだから何でも楽しもうとするから、例えばさ、撮影の前の日絶対に
塩分のものは食べないし、例えば抜くとかあるとしたら、前日でも食べちゃってる余裕でしょ、楽しんでるでしょって思える自分に酔うとかねもう緻密な遊びになってくるのよねなんかこうちゃんとやってるっていうことじゃない方をなんかこう楽しめてるでしょっていうゾーンを作ったりとか、なんかそこがまた緻密なんだけど実はでもなんかこうそうやって抜いていく、まあでも好みだからね。そうだから私は止めたり入れたりっていうのをストップしてるんで、だから保湿が大事なの。それでパサパサしてたら嫌でしょう、やばいでしょと思って、せめて水っぽくありたいな、ないんだけど水っぽくありたいなと思って結構保湿は頑張ってる。おすすめのレチノールありますか？レチノールでもやっぱそっち系はクリニックに行くやっぱねちょっといいんじゃないかなと思いますけど、成分に入ってる量からして絶対に市販よりもクリニックの方が絶対的にいいと思うんだけど、でもやっぱ自分の手で毎日そういう習慣、こう自分の肌に触れて鏡を見て、そういうなんつうの毎日ケアみたいなのはこういろんな意味でなんかこう自分をいろいろ知るっていうか気づくっていう意味ですごくいいんじゃないかなって思う。見て、その鏡を見る時のマインド設定が大事で、ツヤツヤでプルプルでピカピカじゃなきゃいけないってマインド設定にしない方がいいっていうか、そうするとやっぱ年とともに自分を嫌になっていっちゃうと思うから、いかにそのそうじゃない部分をこう肯定してあげる力っていうか、難しいんだけど、でもそこをちょっとこう楽しめていくと、強いよねっていうのは強いんじゃないかなっていうのは思う。私ね、とりあえず一瞬でもいいからお湯浸かります。1分でもいいんで。いやもう本当に時間があればいろいろしますけど、本当に時間なくても1分は浸かるってことかな。なんか寝てる時もどっかに力入ってそうだなとか、なんかその固まったままキッチンに行って朝ごはん作ってって始まると、なんかこうほぐした方が許せる気持ちが広がってそうっていうか、そう自分のために家族のために緩んでた方がいいじゃないですかっていうことで。じゃあ朝必ず絶対浸かる、一瞬でも。なんかこの間までベーハーのいくつとかのやつを飲んでたんだけど、あとほら重曹とクエン酸とかっていうので、そのアルカリ性となんとかとっていうのやってたんだけど、でもやっぱり左右がいいのかね。じゃあ朝は体も温め、中に入れるのでもちょっと温め、緩めてから優しくスタート、もう優しく優しくありたい。でもとにかく本当にブラッシングをすること、なんかこう意外としてない人が多い、ブラッシングって。だからこう分け目とかもいつも決まりがちだったりするけど、右左上後ろから前からこう結構ブラッシングをするだけでも本当に違うかなって。本当にいいのはっていうか、その自分の決まってる分け目を日々崩してあげることっていうか、だからもうこっちにで後ろから前にと、四方八方からこういつものこの分け目のままこうやってやるんじゃなくて、これをこう崩してあげる。そうすると立ち上がりがよくいいし、抜けるべきものはもう抜けて、髪の毛って周期があるから抜けていいから、はい変わっていいんだよっていう感じでちゃんと研いであげる。あとはだからまあ電気針ブラシとかもそうだし、なんだっけカスタとかもそうだけど、それにプラスそれやってあげたらなおすごくいいと。結構私もすごい生真面目で、朝起きてやっぱ朝やった方が良さそうなものとかって結構あるじゃない。でそれやってるといつまでもやらないことってあったりするじゃんね。
だから朝一で歩くのがいいってなるじゃん。いつ歩き出すよって感じなわけ。朝にそんな余裕ないから。だからなんか自分の一日の中で余裕のある時間帯があったら、まずそこから始めるとかでもなんかいいのかなって思い始めて、そうじゃないと延々とやらないなぁと思って。で、意味のないことをずっとやってるのはもったいないとも思うんだけど、でもどの時間帯でも歩くのって別にいいとしたらとかっていう考え方っていうか、全然歩かないですだからそれでずっと歩いてないんですよ。でも今年こそはと思ってて、そう。じゃあ2026年も頑張ろういつかなんかなこれ。囲碁山とかほぐしはまだするんですけど、そっから運動するっていうのが結構ここ数年もやってないんで、今年こそでね思ってるんですけど。でも YouTube で自律神経ほぐしとか5分とかあるから、ああいうの結構、ね、見て自分でやります。でもお風呂上がりが多いかな。温まってるからほぐれやすいのかなと思って。朝夜私両方入るからあれだけど、時間ある時巡りの良くなるボディクリームがあるんですけど、究極ボディクリームだけどここに塗ったらここがシューッと流れてきたりとか、そういうのをこう前よりまめにお風呂上がりに塗るようになったりとか、あとオイルもつけるし、なんか最近はなんか香り付きのボディクリームとかも塗っちゃったりとかしてます。でも本当に昔よりボディクリームを塗るようになりましたかね。あとでもやっぱり筋トレらし筋肉らしいよね、針は。でもできないの今年こそって言って毎年言ってるんですけど、軽い運動すると本当に全てにいいって言いますよね。気持ち的にも元気になるしっていうので、一番運動した方がいいって。はい、頑張りましょう、はい、気にしたらキリがないけど何でも好きでもさ、なんかさ、異様にさ何かがさ食べたくなった時って、それを体が欲してるのかなって思ったりしたり、お米も例えば白米は食べませんじゃなくて、私はすごい白米も食べるけど、でも意外と酵素玄米も美味しかったりとか、なんとか米、16穀米、いろいろお米美味しいから、白米だけじゃなくて白米も食べるし、このお米もこのお米も食べる。要するにいろいろ食べるふうにどんどんなってる。なんかでも年々本当にお野菜が好きになるし、子供の頃こんなに野菜好きじゃなかったなとか思うけど、やっぱ美味しい野菜すごい美味しいし、果物もやっと最近ちょっとなんか食べるようになったかな。でもやっぱり美味しいものは美味しい。オリーブオイルもごま油もすごい大好きで、やっぱりこうすごくこだわってやっぱ作ってる人たちが作ってる調味料とかお野菜とか、お肉とかでも美味しいよね、やっぱりね。そういうのに触れながら食べるとかはすごいいいのかなって思うけど、すごい神経質にはなってないけど、ちょっとだけ気にしてるけど。オイルも程よくやっぱり取るっていうのは大事なんですか？と思う。パサパサになっちゃうと思うから、ある程度やっぱ油は取った方がいいのかなって思う。でそれで言うと、私結構ホリスティック栄養学っていうのを持ってるんだけど、それでなんで私その栄養学の中でもホリスティックを選んだかって、スピリットをすごく大事にしてるのね。要するに専門的な栄養学とかだけだったら多分私やれなかったのかなって思うんだけど、授業の最後が結局はストレスなの。いろんなタンパク質とか専門的な栄養の勉強をしておいて、最後の止めの授業がストレスで、結局このストレスがあってしまうと全部が身にならないっていう、なんかすごく栄養のあるものを食べても吸収してなければ意味はないし、ストレスがあって入ってこなければ意味がない。そこを対処してあげることがすごく本当は一番大事なのかなみたいな。その美容を取り入れる、
その食べ物を何取り入れるもちろん大事だと思うんだけど、すごい自分の心の中の違和感に気づいてあげて、それにちゃんと向き合ってあげることが私は一番大事かなって思う。なんか本当は私サプリって信用できないなと思ってて、なるべくならやっぱり食べ物とかそういうものから取った方がいいのかなって思ってたけど、大谷選手がサプリいっぱい飲んでるって聞いたからじゃあいいのかなって思ってサプリも飲み始めて、本当にチョコラ BB が口内炎できた時にチョコラ BB を飲むとなくなるじゃん。やっぱすごいなって。サプリ飲んでても何に効いてるか分かんないものも正直多かったりするから、やっぱもうからちゃんと効果が分かる BB はすごいなと思ってて、そのチョコラ BB とビタミン C と DD 3000みたいなやつ、絶対風邪ひきたくないし免疫高めときたいから、あれは絶対飲む。そうだからね、それで言うと私最近そうなの、病院に行って数値は全くもって思わしくなくなってきてて全くもってっていうか、そうだんだんちょっと数字がねあんま良くなくなってきてるんだけど、正直症状は出てないの。多分なんかホットフラッシュとかないとわからないから感じてないんだけど、確かに疲れやすいなとかはあるけど、それが更年期だからかとかちょっとわかんないんだけど、数値にはだいぶちょっと出てきてる部分があって、それでいうとやっぱ漢方とか、あとハーブティーとか、なんかこうみんなハーブティーとかをどういう印象で持ってるかわかんないけど、意外と強いんだよねハーブって。だから結構そういうハーブで補ったりとか漢方で補えるならそれでいいし、でもなんか今って更年期のあれって塗り薬とかパッチなんだってね。そうだからそのぐらいならと思ったけど、でもそれの微量なものがエクオールとかだったりするみたいだから、そこぐらいからとかはちょっとやってたりとか。私はその更年期で言うともう本当に女っぽくっていうワードが今まで生きてきて結構落としてきてる部分なんだけど、更年期に入ったからこそっていうか、入ったからちょっと女っぽいっていうワードは入れてることが更年期対策みたいに。そうだからこう香水もつけるようになったりとか、ちょっと可愛い下着つけたりとかなんかこう女っぽいことをちょっと意識して女性ホルモンかなみたいな。そうですね、今日ランジェリーじゃないけどカバーの時に着てた白のモヤスミンっていうブランドなんですけど、あそこのブランド結構こうレースものとか色物も結構あってすごい好きだったりしますね。一生今期何この時代に生まれたうちにかなわないかもしれないんだけど、ゆとりとか余裕とかそういう類のもの、来世かな、今世紀で叶うかなと思いながら、なんかゆとりと、あとはさっきも結構シーンでも言ったと思うんだけど、やっぱその面白がるとか、ちょっとこう力を抜いてる感じとか、その類なんですけどね。そのチャレンジとかあんまりわからないけど、やっとなんかこうスタートライン何の意味でかわからないけど立てたのかなって思った感覚がちょっとあったから、60くらいまでは元気にまっすぐ歩いていこうかなって思ってて、で絵としてはその60歳になっても、デニムに T シャツがさらっと似合う女性でありたいなみたいな感じくらいですかね。美魔女の定義って何だったんですか？美魔女は外見だけじゃなくて、
内面もちゃんと輝いているっていう感じで、でこの美魔女スタイルのテーマは、年齢を重ねることをこう希望になるようなチャンネルにしたいだったりとか、楽しんでほしいみたいな思いがあって、っていうのがあります。美魔女も深いね。なんか自然と好奇心とか楽しいこととか興味があることみたいな感じのことは割となんか私若い頃の方がなくて、意外と。で今の方がなんかちょこちょこなんか興味持ち始めてるんだけど、なんかそういうのがあるとないのとではなんかある方が元気なのかなとかは思ったりとか、あとはやっぱりもう本当に私おしゃべり大好きなんで、もうおしゃべりして美味しいご飯を食べてたいです。いつになっても年を取ることっていうのは素敵に捉えようとする努力はしてるけれど、やっぱりポジティブなことだけじゃない現実っていうのも実際はねあると思うんですけど、なんだろうな、でもやっぱり楽しんでいけるところまで行きたいですね。じゃあ以上、りんかさんの、いろいろ日頃やってることなどお伺いしました。皆さんもおすすめがあったりとか、りんかさんへの、コメントありましたらぜひ教えてくださいね。で美魔女スタイルのチャンネル登録と、質問などもお待ちしています。それではありがとうございました。ありがとうございます。